どうもババアです。ハク様です。今日はなんだかムシムシしてます。今日も小魚がたくさん。これ何の魚なんでしょうね。食べられるのかなババアなんて冗談言うとりますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。絶対本気だったよね。ピンクの花が可愛いですね。そもそもこの川で釣りしてる人見たことないけど、禁止されてるのかな。わからないことはやらないに限るね。釣りスキルも皆無だしね。日に日に巨大化してくる八作。最初は義彦のたまたまサイズだったのに。下ネタやめて。そもそも義彦女の子じゃん。最初は毛の柄がたまたまの球体に見えたんだよね。トリックアートかな。そのせいでめっちゃ男名前つけられてるじゃん。多様性の時代でよかった。何でも多様性で許されると思うな。カーリ場の周辺が彼岸花で埋め尽くされそうな勢いです。綺麗だね。コニート、アソバンタナシワ。遊ぶと襲うは違うんですよ、義彦。Namit Kulelunwa Ainen Kado. Sonoado by Kamuyan? Kamigo T Alua。それでもなんやかんやで舐めてあげるコンさん。尊い。Sunan Akala Tasukaloya Baba. Nanya Kono Mochi Matena Kansioku。ごま大福ですね。Oboatokiya Baba. Ketsumo Kandalo。Yamaya. さあみーちょさんもご一緒に。 Ahachao. Goisho Suluwake Nyan. あんなに楽しそうなのに。Konga Kinadoku Sugit Walakit Kuluwa. ああ大事なとこで笑っちゃうタイプ。Soyu Imachawa. Nan Nan, Nihongo Tujihino. さて今日も生地こねよ。今日は何を作るの？イタリアのショートパスタのカバテッリを作ります。イタリア料理いいね。中華味にします。消されるよ。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 60%。水分の中には油と卵も入ってます。生地こねをしている間にお掃除。めっちゃ喧嘩してる。いつもの光景です。カーペットは猫砂だらけ。そういえば先週旦那がこんなヘビ見つけたんだよね。マムシじゃね？やっぱそうよね。最初はシマヘビの幼体かと思ってて、棒に引っ掛けて川に投げたらしいんだけど。カーリ場にもマムシいるんだ。ほな買い物へ GO。 切り替え早いな。このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。本日も農家さん直売コーナーで大量にゲットしてきました。めちゃめちゃ新鮮だね。このさつまいも1袋入って158円だった。安っ。このさつまいもはカバテッリとは関係ないけど、オーブンでじっくりとローストして甘いスイーツでも作ろうかなと思います。どんなスイーツ作るの？天板に砂糖をまぶして、うんうん。油もまぶして、うんうん。さつまいもを並べて、うんうん。オーブンでチーン。スイーツ？まごうことなきスイーツですよ。まあ本人がスイーツって言うならそうなんだろうけど。今日の料理では他にオーブン使わないのでね、空いてるオーブンお芋さんでも焼いたれぐらいの感覚でスイーツを作ってます。あくまでもスイーツって言い張るんだね。こちらも農家さん直売コーナーで買ったナスとピーマンと小松菜、これを今日のカバテッリの具材にしようと思います。小松菜が入るとイタリアン感が一気になくなるね。私のチャンネルでは今多言語化をしてるんですけど、イタリアの方にはバレないようにしないと。イタリアの人たちパスタをアレンジするとガチ切れするからね。イタリアの人たちには怒られるかもしれないけど、中国の方は許してくれそうな気がする。中国の人たちは日本人の魔改造に慣れてるからね。まあ家庭で作る料理なのでどうかお許しください。そうそう、先に謝るって大事だよね。下手に出つつご利用しをするみそじのババアがどんどん野菜を切っていきますよ。いつものババアスタイル。
小松菜とか水菜って比較的値段が安定してるんですけど、これって水耕栽培なのかな。ババアも昔部屋の中でミニトマト栽培してたよね。してたね。小バエが大量発生してやめたけど、今度またカーリバのテラスで水耕栽培始めてみようかな。せっかく畑作ったんだから畑で栽培すればいいじゃん。ババアの畑何にも育たないんだよね。呪われてんのかな。圧倒的にセンスがないだけでしょ。さて、カバテッリ用の中華ソースを作ります。何気にパワーワード。多めの油でナスビを炒めていきます。ニンニクを入れると美味しいよ。そしてその中にひき肉をドン。ちなみにこのひき肉も 20% 引き。今日も嬉しそうなババア。ひき肉のエキスをナスビにたっぷりと吸ってもらいましょう。これだけでもううまそう。さて、これは何でしょう。絶対合法パウダーじゃん。白だしの原液と水を入れて、砂糖も少々。甘い感じにするのね。そして穀物酢をと思ったら蓋が開いてなかった。今 2,3 周ぐらい回してたよね。気づくの遅くない？そしてオイスターソース。中華味には欠かせないやつね。あとは醤油で味を整えてやりましょう。いいこと思いついたんだけど、これこのままご飯の上に。野菜をドーン。ああ、なんか入っちゃった。でも今からでも遅くないから、これをこのままご飯の上に。のせませんよ。丼にすると絶対美味しいやつじゃん。米に合うものはパスタにも合うって知ってた？ババア時々心理ついてくるよね。それではカバテッリの成形をしていきましょう。相変わらず生地がまっちゃっちゃ。これでも米ぬかの量は控えめの 20% だけどね。カバテッリの成形はショートパスタの中では比較的簡単な方だと思います。マカロニみたいに穴開けたりしないの？しませんね。切って指でグリってするだけです。グリってなんなん？表現雑すぎない？世の中の会話はすべて擬音で成り立つと思っているババアが今からカバテッリを成形していきます。世の中混乱するわ。どういう方法でもいいので細長い生地を作ります。太い状態から伸ばしていってもいいし、私みたいにね、一旦棒状に切ってから伸ばしていってもいいし、指3本分ぐらいの長さに切ったら指の腹を使ってこうやってくるんと生地を押さえつけながら成形します。成形したショートパスタにはくっつかないように手粉をこまめに振ってください。めっちゃ簡単じゃないですか？なんか楽しそうなんだけど。アップにするとこんな感じ。なんか豆の鞘みたいで可愛いですよね。両手で成形できるのがいいね。そう、だからカバテッリの成形ってめっちゃ早くできるんだよね。これをね、皆さんご家庭でお子様と一緒に作るのも楽しいんじゃないかなと思います。こういう粘土細工みたいな作業って子供好きだよね。私が子供の頃にこれ知ってたら毎日これ作れて親にせびっただろうな。子供の頃に出会わなくてよかったね。さて、カバテッリの成形が終わったのでこちらを茹でてまいりましょ出た、大鍋。う。どこのご家庭にもあるこの大鍋で15分ほど茹でていきます。どこのご家庭にもねえわ。お湯の跳ねっ返りが熱いのでちまちまと入れてますけど、思いっきりドサッと入れちゃってください。やっぱ茹で時間は15分ぐらい必要なの？手打ちの麺はどうしてもサイズ感がバラバラになるし、このショートパスタも結構肉厚なんで最低でも15分は時間を取った方がいいかなと思います。茹で上がりはいい感じだね。そうね、プリプリに茹で上がりました。何これ、ホルモン？似てるけど違いますよ。見た目ほぼほぼホルモンなカバテッリを中華ソースと混ぜていきます。完全にホルモンじゃん。隠し味にマヨニョロ、そして醤油と合法パウダー、オイスターソースもね。めっちゃ入れるな。最終仕上げです。いろいろと調味料を足して味を整えたら完成です。おっと、忘れてた。何それ？花山椒を最後に振りかけとこ。イタリアの要素完全に消えたな。ちょっと煮込んでパスタに味を染み込ませとこ。煮込む音までホルモン。さあ、今度こそ完成しました。ブチテロ。それでは盛り付けていきましょう。ショートパスタなのにこの見た目で脳がバグってきた。片栗粉とかを入れてとろみを効かせても美味しいかもしれない。
ただババアは血糖値が上がるので今回は片栗粉はなしです。それ中華あんかけだよね。残りの半分は旦那のおやつ。なぜか美味しそうなんだよな。さつまいものオーブン焼きも完成しました。今回は160度で60分じっくりと焼きました。作り方も雑だけど仕上がりも雑なスイーツ。素材の味を生かしたさつまいもスイーツです。うまい言い方してんな。ということで完成しました。中華風味のカバテッリ、さつまいもスイーツとコーヒーゼリースイーツを添えて、なぜかご飯も添えて。またご飯あるじゃん。それではいただきましょう。サラダもコーヒーゼリーもいつの間に作ったの？カメラが撮ってない時でもババアは動いてるんですよ。YouTube でずんだもんの動画ばっかり見てるわけじゃないんですよ。ババアそういうの見てるんだ。まずは安定のベジファーストで参りましょいつもの作り置きの千切り野菜ね。う。なんかカメラの三脚にヨシヒコが体当たりをしています。画面ブレブレじゃね？ヨシヒコの妨害にも耐え、ババアは中華風カバテッリに箸を伸ばします。今なんか黒い影が横切ったけど。なぜかヨシヒコが大暴走してるんですよね。中華風カバテッリめちゃめちゃありです。もっちもちのパスタと花山椒の香りがたまらない。花山椒入れ忘れかけてたけどね。オイスターソースと花山椒のおかげで完全な中華料理になってしまったけど、せめてカバテッリという冠だけは残しておこう。そういうとこがイタリア人に怒られるんじゃね？雑すぎるさつまいもスイーツもなかなか美味しかった。さつまいも自体が美味しいんだろうね。ということで中華風カバテッリ美味しかったです。さようなら。バイバイ。